は久々のツーリングの動画となります。以前もご紹介したチーム、群馬県が主体のグループの皆さんとご一緒する予定です。目的地はよく分かっていません。ただ集合場所は分かっています。皆さんでどこに行くのか、よく分かっていませんが、ツーリングも楽しいですが、仲間とお会いするのが楽しみなので、行く場所にはこだわりません。目的地道の駅妙義までだいたい3時間ちょっとぐらいですかね。ナビ上だと3時間削って出てますけど、安全運転でいつも通り下道で向かいます。いつも久々の遠出、遠出といっても距離にして3時間ぐらいの場所ですけど、いつもちょっとドライブするとき思うのが、早朝出発、今時間にして5時ぐらいですけど、本当はもうちょっと早く出たかったんですけど、5時になってしまいました。ただこの5時ぐらいだと、特に日曜日の5時ぐらいだと車がほとんどいないので、一般道が非常に気持ちいいです。都心の一般道とは違って、つくば田舎なんで、まるで高速道路に見えますよね、動画だと。家を出て10分足らずのつくばの一般道です。アングルを変えるとこんな感じですね。両サイド田んぼで、はい、妙義山が見えてきましたね。その奥の雪山は浅間山ですかね。で、ここで道の駅妙義に到着し、高速集合の本体と合流しました。
はい、ここが甲子大国神社駐車場というんですかね。こちらで小休止しましたが、他にも我々以外にも、車好きが集まって何かミーティングをしていました。はい、ここから薄いバイパスを軽く攻めます。攻めますと言っても、一般車がかなり多かったので、実際はそこまで、ペースは速くありませんので、面白くないので早送りで飛ばします。はい、ここでバイパスを抜けて、いつもの駐車場でトイレ休憩となります。板車乗り、今回参加の愉快な仲間たちご一行です。ここから軽井沢の中心部を抜けて、旧軽井沢へ向かいます。旧軽井沢の街並みを散策しながら満喫し、ちょうどお昼になったのでランチを探しますが、特に何も予約してなかったので、みんなでうろうろしていましたが、このチームメンバーで軽井沢マスターの Y さんがいいお店を見つけてくれたと連絡がありましたので、そちらへみんなで向かいます。なんか有名なところらしいですね。そのお店がこちらになります。さすが友達入れてたんだけどどこまで本当か分かんない。東京丸の内六本木やシンガポールにも出店しているレストランスジュ正幸さんにお邪魔しました。つけるんですね。おごりなんです。いいですよ。一応カヌさんつけるがまだ大丈夫。おごりって今言ったところ。はい、すみません。はい、結構です。蕎麦屋感ない。勝手に蕎麦屋と思ってますが、違いますね。でも普通に洋食だと大丈夫だよ。大丈夫。2階に上がると木の優しい香りに匂いに癒されます。アンティークな調度品が大正ロマンを感じさせました。奥にも座席があり、テーブルも広く、大人数でも快適な店内でした。メニューはいろいろありましたが、軽井沢マスターおすすめの酢豚定食、ボリューム満点でおかわり自由、お味噌汁がまた美味しかったですね。大変ごちそうさまでした。腹ごなしに再び旧軽井沢の街を散策します。軽井沢といえば今はアウトレットが有名ですが、やはり私はこの古い街並みが好きですね。続いて浅間山に向かいます。マップの下に突如現れる白い雪山が、浅間山です。富士山よりも標高が低く傾斜がなだらかですが、雄大さは負けず劣らず素晴らしいです。はい、こちらが浅間山ふもとの鬼押出し園。いつも思いますがすごい名前ですよね。はい、ここで改めて今回参加の車両をご紹介しようと思います。まずエアダクトがいかついレーシーな赤い車、アルファロメオミト。続いて過去動画でもご紹介した超希少車でもある 14R60。前回動画でご紹介したスパイダーの後継モデル、アルファロメオスパイダーの939型。続いてアルファロメオミトのハイパフォーマンスモデル、クワドリフォリオベルデ。フィアット500アバルトがチューンしたアバルト595。そして私の 4C ですね。かぶりましたね。ビス止めオーバーフェンダーが最高にかっこいい、外も中も爆音のアバルト595。半径の関係でちょっと音は出せませんが、ご覧ください。4C のバブリングより大音量でしたね。続いてアバルトの2シーターオープン、アバルト124スパイダー。近代アルファロメオにおいておしゃれさで大ヒットしたジュリエッタスポリティーバですね。もう一台の白いジュリエッタは4シートと同じ心臓を持つクワドリフォリオベルデ。
はい、ここから、アルファロメオジュリアのベローチェの正体となります。ちなみにこのジュリア・ベローチェとは某カフェチェーン店とのコラボモデルではありません。ベローチェとはイタリア語で速いという意味になります。2リッター直4ターボエンジンをフロントに縦置き搭載し280馬力を発揮しますが、実際にドライブすると D セグメントセダンとは思えないぐらい小気味よく走ります。また見ての通りロングノーズショートデッキの古典的な FR デザインが走りの楽しさを予感させます。はい、最後がこのシルバーのフォーシー、溶岩をバックにめちゃくちゃかっこいいですね。ここでツーリングは終了とのことで帰る方がおり、私もそこそこ遠いので帰ろうとしましたが強制連行されてしまいました。最後は某有名走り屋漫画の聖地榛名山です。この先駐車場というか折り返し地点に AE86 がたくさん綺麗な状態のがいました。バブリングで挨拶してお別れします。ここからノイズカットにより音質が変わりますがご容赦ください。はい、チーム群馬榛名山ツーリング無事終わりました。無事終わったというか、今から私はこれから下道で3時間半ぐらいかけて帰らなくちゃいけないので、まだ終わりではないんですけど、このチーム群馬のツーリングは走りがメインのツーリングなのでひたすら走ります。今日1日で何キロ走ったんですかね。200キロ、今の時点でちょうど200キロですね。群馬栃木の峠をひたすら走るツーリングです。チームのリーダーさんもおっしゃってましたけど、アルファロメオに限らず、限らずというか、アルファロメオが好きであれば、アルファロメオに乗っていなくても、ぜひ参加してくださいと言い出したので、関東近郊にいらっしゃる方で、走るのが好きな方は、ぜひお仲間に入っていただけたらと思います。私も走るの大好きなんですけど、さすがに今日はお腹いっぱいですね。もうあと、軽井沢で、ちょっと散歩したりランチを食べたり、走るだけじゃなくそういう楽しみもありますし、何より楽しいのは、とにかくチーム群馬の皆さんっていうのが本当、ご夫婦でいらっしゃってる方もいれば、私みたいに一人で来てる方もいらっしゃれば、敷居が非常に低いです。なので、走るのが好き、アルファロメオが好きであれば、今日も86に乗っている女の子というか、ご夫婦、私の友達ですけどいらっしゃってましたけど、何でもいいんですよね。それがイタシャ乗りのおおらかさというか、なんていうんですかね、雑食というか、イタシャ乗ってる人、ちょっとやそっと、しょっちゅう車がいろいろトラブルというか、起きる車に普段から乗ってるんで、心が広いというか、なんていうんですかね、おおらかなんですよね、皆さん。本当に一
緒にいて気持ちいいし楽しめます。まあ別に他車に乗ってない他車じゃない方でも他車だからっていうわけでもないかもしれないですけど、いろんな車仲間いますけど、比較的やっぱりアルファロメオオーナーさんっていうのは結構自虐もするんで、アルファロメオ大好きなのにアルファロメオのことをけなすんですよね、自分の車のことを。私もよくけなすというか、自虐ネタはいっぱいありますけど、でもアルファロメオが大好きですね。そういう変態が多いです。アルファ乗りは変態が非常に多いです。だから楽しいですよね。というわけで、これからあと3時間講師ありますね。これから3時間16分、安全運転で帰りたいと思います。はい、というわけでこのまままた、市街地を走り群馬、埼玉、茨城と、南下して北区能登に着きました。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。